はい、コメントの方なんですけれども、コメントというか、これちょっとメールでいただきまして、近距離の攻防に対する中村先生のお考えをお聞かせ願いないでしょうか。おそらく、我々ではあまりやらない、こういう、近い間合いと考えるのかどうかはちょっとわからない。そうですね。近距離に対する考え方って言われてもよくわからない。その、シチュエーション的にこういうふうに前が詰まった時にどうされますかとか言うんだったら、またあれなんだけど、多分そのことなんでしょうね。時々話してますけど、最近やらなくなったのに、やっぱ円中金で結構分けましょうね、みたいな、そういう意味のね、近いっていうのは、ごめん、何回も。今やらなく、ほとんどやる人見かけないっていうよりは、ちょこっとしかやってなかったけど、いつも言う、原則が一足一斗の間合いですよって。で、これがミドルの間合いだとしたら、それより離れると、ロングっていうか、遠い間合いになるし、そう、なんだろう。アドリブ苦手だよな。そうだね。アドリブ強い人、今日は、結局、栃原さんですね。だから、この距離で、とりあえず、何もなしで、制約なしで、始めましょうって言ったら、お互いやっぱこの距離をキープするのが原則ですよね。こっちが出れば向こう下がるし、格闘技的な範囲になるし。で、ここから例えば、稽古だから正面打ちですよ、横面打ちですよ、突きですよっていう攻撃が限定されて、しまって、この間のやった話じゃないですけど、限定された瞬間に、ここがわかるわけですよね。されてあったみたいに、蹴りもあるよ、パンチもあるよ、フェイントもあるよ、何するかわからないよって、誘って崩すかもしれないよって言われた時には、やっぱ、なかなかここって入っていけない、つかめないし入っていけないですけどね。でも、攻撃を限定してくれた、だから肩稽古なんですけどね。してくれた瞬間に、そこを見れるようになる。ミドルになると、それは、いわゆる、この状態でもここで情報の取り合いが始まって、中国武術の投手じゃないけど、ここで取り合いながら、ここでも何でもいいよって言われるとまた条件がめちゃめちゃ格段するけれど、ここで稽古で例えば相反見に行くよとか、ここでいきなり正面に行くよとか、ここで押さえながら横面行くよとか、何か稽古の中で限定してくだされば、はい、それに対応して動きましょうねっていう。最近うちやらなくなってるけど、押されたら、押されたら下がるか。入り見しろとか、押された場合、引かれた場合での稽古とかが今度生きてくるし。でも、多分この場合になるともうそれはほぼないですよね。で、この状態で今もうめちゃめちゃプレッシャーかけて、これで自由にって言われたら、私はちょっと栃原さん相手には対応しかねますけども、もしさっきのここでの打ち合いの時にどうしますかって言われたら、個人的にはここと私はこの中心が大前提とあって、これを取るようにしてます。多分ね、外側のこれ、多分これ、取り切れない気がするんですよね。追い詰めて、この状態の外側は多分うまく取り切れない気がするんで、私はこの三角を、常にこの三角を取ってるように。取りづらいですね。これで今逆、今これアウトを取りに、さっき言った。こちら側を取りに狙いに行ってるんですけど、多分、個人的にはこれはどうも対応しきれないんで、常に相反見を取りに行っているという状態。この感覚を、近距離では。外ではそうです。この感覚、実際に向こうの手が来たとしても、この感覚ですね。自分としては相反見の感覚。相反見の感覚。常にここの感覚をずっとこのクロス。このクロスの中に相手の攻撃が入れられるとなんとか良くなるなって。こういう感じでした。こういう状態に。だからもうちょっとミドルだとこれがこっちで成立、逆半身で成立するんですけど、これ、ショートになるとちょっとこちら側は自分が体制的に苦しいんで、もうずっとあまり体が動かせねえから、こういう状態のその感覚っていうのを持ってますけど。
てか、これあんま人に喋ったことなかったんだけど。まあ何に活かせるのかちょっと。まあそうですね。はいはい。はい。そうそう。実際試合となればまた別のプレッシャーが来ますしね。そうですね。はい。良い子は真似したいよはいはいはい。そうそう。まっとうな稽古から、合気道の稽古から外れるかもしれない。ちょっとそうですね。合気道から少し離れます。そうそう。まあ、好きながら好きでみんな好きでね、グローブつけようかって話なんだけど。ということです。ケアの試合に